皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回はこのポッドキャストを始めて1年が経ったということで、少し振り返りながら、この1年で学んだこと、辛かったこと、楽しかったこと、そしてこれからやっていきたいなと思っていることについてお話ししていきます。先日、このポッドキャストを始めて1年経ちましたっていう投稿を YouTube にしたんですけど、そしたら本当にたくさんのコメントをいただけて、もう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。こうやってポッドキャストを投稿することで誰かの役に立っているんだっていうことを実感できて本当に嬉しかったです。そしてまずはこうやって聞いてくださっている方、皆さんに本当に感謝したいです。皆さんが聞いてくださっているおかげでこうやって続けることができているので本当にありがとうございます。では早速、このポッドキャストをしながら学んだこと、辛かったこと、楽しかったこと、これからやっていきたいことについてお話ししていきます。まずは学んだことについてです。学んだことは4つあります。1つ目は継続は力なりです。もう何事もこれにつきます。言語を学ぶのもそうだし、仕事でも勉強でも趣味でも何でも継続は力なり。最初は録音の仕方も編集の仕方ももう本当に何もわからないところからのスタートでした。正直これで大丈夫かな、こんなことで誰かの役に立てるのかなと不安になることもたくさんありました。でも今の私に失うものって何もないなと思って、なんか今自分で挑戦したいな、何か始めてみたいなと思って始めてみました。で、私が言語を学ぶときにポッドキャストをよく聞いていたし、今もよく聞くので、日本語を学んでいる方に向けてだったら今すぐ私ができるじゃんと思って始めてみました。今でも本当に毎回エピソードを作るたびに、これ面白いと思ってくれる人いるかなとか、毎回不安になる瞬間があるんですけど、それでもエピソードを投稿するたびに聞いてくださる方だったり、コメントやいいねをくださる方、本当に皆さんがいて、やってよかったんだなって実感できて、続けてよかったなって思えるようになりました。自分が誰かの学びの助けになっているという実感も本当にかけがえのないものだし、感謝しかないです。これも私が辞めずに、1年ってね、長いようで短い期間なので、そんなね、大したことではないって思う方もいると思いますが、私が何かをこうやってもうオンラインにポストして、もうみんながわかる状態で1年間ずっと続けたってことはなかったと思うので、ほとんど今までの人生で。なので私にとっては大きな一歩だし、続けてよかったなって思います。では2つ目学んだことは、何でもやってみないとわからないということです。どうしようって悩む暇があるなら、とにかくやってみる。もうこれです。そしてさっきのもそうだし、このフレーズももう聞き飽きてると思います。もうみんな同じことばっかり言うやんって思っている方もたくさんいるかと思いますが、でも結局はそれしかないというか、それが真実だから、結局はやらないと何もわからないし、何も変わらないし、だからみんなこれを言っていると思います。で、私も本当に感じました。何かをやってみて、挑戦してみて、始めてみて、結果がいいとしても悪いとしても、そこから学べることはたくさんあるだろうし、やって損することってほとんどないかなと思います。なので私も1年前にいろいろ悩むのではなく、もうやってしまえ、もう1本目のエピソードなんじゃこれみたいな感じだけど、もう投稿してしまえと思って、その勢いでやってみて本当に良かったなと思います。やるにつれて、こうした方がいいかな、した方がいいかなっていうのでどんどん改善していくと思うし、私は改善していったので、本当に
1本目のエピソード出さなかったらもう今ここにはいないと思うので、やってよかったなって思います。では次、3つ目学んだことは、人と比べてはいけないということです。はい、もうまたこれも聞き飽きたよって何回言うねんって感じかもしれないです。で、私もこんなことは本当に死ぬほど聞きました。でも結局もうね、他の人が言ってることがもう正解なんですよね。みんなが言ってるってことは、もうそれしかないって思います。今、2025年、SNS とか TikTok、インスタとか見まくって、比べたくなくても比べてしまう、比べられてしまう、そんな避けられない状況がたくさんあると思います。で、私みたいにポッドキャストを投稿していたら、動画の再生数とか、チャンネル登録者数とか、いいねが何個あって、コメントが何件ついてあってとか、もう全部見れますよね。いいねとかもちろん隠せるんですけど、でも隠したとて私は見ることができるので、他のチャンネルと比べてしまったりとか、あの人は私よりも遅くチャンネルを始めたのに、私よりも動画の投稿数が少ないのに、めちゃめちゃ動画の再生回数が多いとか、もう比べ始めたら本当にキリがないです。こういうその分かりやすいことはあると思うんですけど、それに限らず、例えば一緒に JLPT のテストを受けた友達は合格したけど、私はダメだった。私なんか全然もう日本語できひんのかなとか、この人は動画で1年で日本語マスターしたとか言って、日本語ペラペラで、動画内で話してるけど、私は日本語を勉強し始めて3年目なのに、まだまだ全然口から日本語が出てこないとか、私なんでできひんだろうみたいな。そういう本当に日本語を勉強してるにしても何をしてるにしても比べてしまいそうな瞬間ってたくさんあると思います。で、現代で人と比べて落ち込むことほど簡単なものはないと思います。私もずっといつも自分に言い聞かせてることだし、皆さんももう心に刻んでおいてほしいんですけど、人と比べない、これしかないです。もちろん他の人が日本語を勉強していてもっと効率よくとかもっと楽しくいろんな方法があると思うので、それを吸収してそれを学んで自分の勉強に生かすとか自分の仕事に生かすっていうのは大事だと思います。ですがその自分よりも、成績のいい人を見て比べて落ち込むっていうのはもう無意味だと改めて感じました。私もチャンネル登録者数とか再生回数とかもう本当に比べるなんてね、もう呼吸するよりも簡単じゃんって思ってしまいそうになるんですけど、私が今やらないといけないことは、私の動画を聞いてくださっている方に向けてどれだけベストな状態で動画を投稿できるかっていうのに集中すべきだと思いました。人と比べない、自分にできる最善の方法を全力でやる。もうこれを私も胸に刻んでおきたいと思いますし、皆さんもね、もしなんか無意識のうちに SNS たくさん見て無意識のうちに落ち込んでなんかメンタルやられてしまうってことがあったらもうこれを胸に刻んでおいてほしいです。今言ったことにもつながるんですけど、最後学んだことは改善あるのみです。改善。この言葉についてエピソードを作ったこともあるんですけど、やっぱり完璧はないし、その今の状態がどれだけいいって思っていても、もうちょっと何かできることっていうのは必ずあると思います。私は本当にまだまだ頑張らないといけないことが多いんですけど、話し方もそうだし、発音とか、ポッドキャストに関することだと、もうデザインとか編集とか、で自分がいいって思っても他人から見たら何これみたいなね、そういうこともあると思うので、もう少しずつですけど模索して改善を続けていくべきだと思うし、そうやって頑張っていこうと思いました。では次は辛かったこと、嫌だったことなどを話していこうと思います。こうやってポッドキャストをしていて、もちろんいいことばかりではないです。一つ目は
毎週コンスタントにエピソードを出すっていうのは思ってる以上にめちゃめちゃ大変でした。私は配信日を決めていないので、エピソードが完成したらアップロードするという形にしています。ですが、それも思っている以上に大変でした。まず録音して自分の声を聞くじゃないですか。もうそれがめっちゃ嫌でした。自分の声ってこんな感じなの、こんな感じで日本語話してるんとか、なんかここなんで語尾上がってるんとか、この発音なんでもうちょっと綺麗に発音できひんかな、この部分だけ録音し直した方がいいかな、どうしようみたいな感じで、もう本当に毎日悩むことだらけでした。自分の話し方に自信が持てなかったり、もっと面白い内容で、なんかここもうちょっとこういう内容を話せたのになとか、なんかもうこれいらんことばっかり話してるやんみたいなそういう感じで録音して自分の声を聞いて話している内容を聞いて悩むことが多かったです。でもこれも本当にやってよかったなって思うんですけど、なんか私のこの話してる声がいいですねとか、声綺麗ですねとか、声落ち着くとか、いろいろ声を褒めていただくコメントをいただいたことがあって、思ってもみなかったことなので、もう本当に最初はめっちゃびっくりしたし、感謝しかないです。最初はめっちゃめっちゃ辛かったっていうことなんですけど、このポッドキャストを続けて、声いいねって言ってくれる人が世界のどこかにはいるんだって思えたし、このポッドキャストをすることによって改善点がたくさん見つかったので、YouTube で滑舌を良くする方法って調べて、その動画と一緒にたくさん練習したし、少しは改善されたかなと思ってます。あともう今はさすがに自分の声を聞くのは嫌ではなくなりました。少しずつですけど自信を持てるようになってきたなって思います。で、もう一つ、辛かったというか、その問題に直面したっていうことなんですけど、それはもう自分がどれだけできない人間かを自覚する日々だったっていうことです。その編集というか、動画を作ってる時にもうミスが多すぎると思って、動画を一度作って YouTube に投稿する前に何回か間違いがないかって確認するんですけど、何回確認してもいっつもどこかにミスがあって、なんでこれ自分は見つけられへんねんって投稿してからいっつも思います。そういう本当に自分はミスが多いというか、細かいところに注意できてないんだなってもう毎日思う日々っていうのと、これは自分が悪いんですけどね、辛いとか嫌とかっていうことではなく、完全に私が悪いんですけど、そういうのを本当に自覚する日々だったなっていうのと、あとは集中が全然できないじゃんって思いました。家で働いているので、その集中できてないんだって思う瞬間が本当にたくさんあって、最近だと動画が20分とか30分ぐらいある動画が多いので、それらを編集していたり、最後の確認として一回全部最初から最後まで動画を見たりするときに、なんか全然集中できてないじゃん自分って思う瞬間がたくさんあったので、これらは嫌なことっていうか、自分のダメなことを再確認して、それを改善しないとって気づいた瞬間でした。あと最後に、全部私は一人でやっているので、一人の孤独感みたいなのは少しあったかなと思います。これを始めた時は本当に誰にもこのポッドキャストを始めるっていうことも言わずに一人で始めたので、なんか最近何やってるみたいな友達に聞かれても、普通に仕事してるだけみたいなっていうのが多かったし、その友達との遊びを断ることが増えて、なんか最近全然遊ばへんやんみたいな聞かれても、なんかちょっといろいろやってるっていう感じだったので最初は。なので別に私が話せばよかったんですけど最初から。でもなんか一人の孤独感みたいなのは少しあったかなと思います。では次は楽しかったこと、嬉しかったこと、やってよかったことです。これは今まで話したことすべてにつながってるんですけど、まずは本当に
皆さんに出会えたことです。皆さんがこうやって聞いてくださってるおかげで、自分はこうやってやってよかったんだなって実感できたし、さっきも言ったんですけど、声がなんかいいですねみたいな風に言っていただけて、うせやんみたいな、そんなこと初めて言われた、めっちゃ嬉しいねんけどっていうね、感じたことなかった喜びというか嬉しさだったり、そういうのがあったので本当に良かったなと思います。あとは、知らないことをたくさん知る機会が増えたっていうことですね。このエピソードを作る際もいろいろ調べて、私が知らなかった事実や曖昧、これなんかこんな感じやったっけみたいな、別にわざわざいちいち調べる機会って今までなかったんですけど、日本のことをよく知る機会がたくさん増えたので、それは本当にやってよかったことだなって思います。そして皆さんの国のこととかそういったのをコメントでたくさんシェアしてくださったり、あとはディスコードでコミュニティがあるんですけど、そこでいろいろね、皆さんがこう日本語でやり取りしてくださったり、皆さん自身の体験とか経験とかをシェアしてくださってるのを見て、本当にやってよかったなって思うし、学べることがたくさんあります。もう皆さんのなんか国のローカルな料理とか文化とか、多分私がこれをやってなかったらわざわざ自分で調べてなんていうのは知ってなかっただろうみたいな情報とか、楽しい皆さんの思い出とかを知れるので、本当にこのポッドキャストをやってよかったなって思うし、こうやって皆さんとね、いろいろシェアしたりつながれたりっていうのが楽しいので、もう一度ありがとうって言いたいです。住んでいる国も違うし、話す言語も違うし、文化も全部違うのに、この日本語っていう一つの共通の項目があることで、こんなにも多くの人とつながれるんだ、すごい時代だな、すごいなって本当に改めて感じました。では今後やっていきたいこと、今後どうしていきたいかについても少しお話ししようかなと思います。これからももちろんこうやってポッドキャストを、配信していくつもりなんですけど、ずっと同じでも飽きるっていう方もたくさんいるかなと思うので、ライブ配信とか、私はライブ配信とかを見る方でもないので、マジでどうやってやったらいいねんみたいな感じなんですけど、今後どこかでそうやってライブ配信をして皆さんと直接その場でコミュニケーションが取れたらなって思います。あとは私は今までずっと一人でこうやって話してきているので、他の方、私以外の誰かと話して、その方の意見を聞きながらとか、いろいろお互い、何かシェアしながら、そういうエピソードを作っていけたらいいかなと思ってます。今後ね、もうちょっとなんか飽きないように、皆さんがいろんなコンテンツを楽しめるようにどうやっていったらいいかなみたいなことを考えているので、楽しみにしておいてもらえたらなと思います。今回はポッドキャストを始めて1年経ったということで、私が学んだこと、辛かったこと、楽しかったこと、そして今後のことについてお話ししてみました。いろいろ話したかと思うんですけど、これから何か新しいことを始めたいと思っている方に一番聞いてほしいなって思います。何かを始める前って自分にできるんかなとか、失敗したらどうしようとか、いろんな不安があると思いますし、いろんなね、仕事が忙しすぎる、勉強が忙しすぎる、どうやっても新しいことを始める機会なんてないとか、時間もないとか、日本語勉強したいけどこれ以上時間取られへんし、もうどうしようみたいな、本当にいろいろ悩みも不安とかもたくさんあると思うんですけど、でももう一回私が言いたいのは、やってみないとわからないし、継続は力なりです。何かやりたいことがあって、それに毎日5分でも時間を割けるなら、その5分を1年間続けてみたら、やるとやらないでは本当に大きな差になるので、このポッドキャストを聞いて、よし、自分も何かやってみようとか、日本語の勉強を始めてみようとか、これを聞いてくださっている皆さんはもう日本語すでにめちゃめちゃ勉強している方だと思うんですけど、日本に来て英語は一切使わないとか、日本語だけで全部チェックインとか、レストランに行くとか買い物とかも全部そうやって一回挑戦してみようみたいな
何でもいいんですけど、何かこれが一歩踏み出す勇気になっていればなと思います。で、今まで何かやってみてうまくいかなかったことがあっても、またはこれからやることが結果的にはあまり良くなかったっていう場合でも、絶対に全部経験になってるし、その失敗から学ぶことって本当にたくさんあると思います。成功から学ぶことよりも失敗から学ぶことの方がたくさんあると思います。なので皆さんがやるすべてのことは本当に意味があって、後から振り返った時にやってよかったってなると思うので、ぜひ皆さんもね、何も恐れずにいろいろ頑張って挑戦とかしてもらえたらなと思います。そして日本語を学んでいてこれをここまで聞いてくださっている皆さんはもう本当に熱心な日本語学習者だなと思うので、これからも一緒に日本語を勉強していただけたらと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。